こんにちは、ゆかです。今日これから話すことって、聞く人によっては、中年のたわごとだなってバッサリ切り捨てられちゃうかもしれないけれど、もし人生に迷ってる人が聞いたら、何か考えるところあると思うし、あるいは考える指針になると思うので、話したいと思います。人生が何のためにあるのか、何のために私たち生きてるのかってことをね、ちょっと考えてるんですよ、最近。っていうのが、これちょっとね、あの、嫌な気持ちにさせちゃったらごめんなさい。でも、私はね、今、すごく自分が欲しかったって思ってるものが全部手に入っちゃったっていう状況にあるんですよ。生活も安定しているし、自分がまさにこういうのが理想だって思った場所に住んでる。今私、バンコクに住んでるんですけれど、そのコンドミニアムの環境だとかね。で、自分の友達の輪っていうのも、自分としてはまあまあ満足してるし、夫との関係だったり、娘との関係も、それはね、アップエンダウンはあるけれど、でも、私の中では、まあ理想なんですよね。で、病気もしてないし、他の両親との関係も、妹との関係だっていいし、なんかね、毎日毎日自分のやりたいことだけをしていけるっていう状況になってしまってるんですよ。で、なってしまったってね、私が今ここで言ったのって、ずーっと私が物心ついた頃とか、10代、20代とか、もっと言うと30代とかまで、こういう人生になったらいいな。これが欲しいな。ここが自分にとっての人生のゴールだなっていうところに、今この45歳でついちゃったんですよね。そうするとね、まあまあ、毎日毎日自分の好きなように時間を使って自分の好きなことだけをしてっていう生活が続けられるようになるんだけど、それって最初は楽しいんですよね。もちろん。なんだけど、途中から何のためにその毎日が続いてるんだろうっていうのが、もちろんね、日々、例えば娘にお弁当を作ってあげるとか、まあ、家庭の中でね、妻として母としてだとか、まあまあこの、それぞれのね、属してるコミュニティの中とかで、役割っていうのあって、そのためにその時々の時間だとか感情を使うっていうのはあるんだけど、でももっともっと大きい意味で、私は何のために生きてるんだろうで、もっと言うと、本当に命燃やして生きてんのかなみたいなね。そういうところに行き着いちゃったんですよ。で、やる気がないわけじゃないんだけど、ただただ毎日毎日好きなことをして、好きなことだけをして生きていける状況っていうのに多分つまらなくなったんですよね。で、飽きてきたっていうと大げさな言い方かもしれないんだけど、もっともっとできるんじゃないもっとやりたいっていう風になったんですよ。で、それで、この YouTube を始めたっていうのも一つだし、ずっとずっとやりたかったこと、ずっと長いこと諦めていた文章を書く本っていうものを出すっていうね、それももう一度やり直そうって考えたりっていうところに行ったんだけれど、今ね、思い返してみると、私小さい頃からそんなことばっかり考えてきたなって思ってね、大人になれば、年齢を重ねればどん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 答えが見えてきて、
どん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 人間としても成熟してくるから、人生が充実するって思ってたんだけど、45歳になってみて実感してるのが、自分でいることの心地よさっていうのはどんどん増してきてる。だから自分でいるっていうことの満足感っていうのは、もう揺るぎないものがあるんですよね。自分としてのあり方っていうのは。いろいろ寄り道もしてきたので、私は。多分そこのところっていうのは揺るぎないものであるんだけれど、ただ、小さい頃と同じように、思春期の頃と同じように、20代、30代の頃と同じように、何歳になっても、きっと私は迷い続けるんだろうなっていうね。迷うっていうと、何かの選択肢に迷うっていうんではなくて、いかに生きるかだとか、いかにもっと人生を充実させるかだとか、自分はその時何のために生きてるんだろうとかね、そういうことについてずっと考えを馳せ続けるんだろうなっていうふうにね、思います。で、このね、何のために私たちは生きるのかっていうのをね、45年間生きた私、45年間物事心ついてからずっと自分は何のために生きてるんだろうって自問自答し続けた私の今到達している、今の段階の私が到達している答えっていうのはね、何のために生きるかっていう答えはあるようでないなって思うんですよね。で、そこに答えとして今行き着いたっていうのもいろんなところを経てきてるんだけれども、まずね、本当に物心ついた時から私は両親との関係に悩んできたんですよね。で、そこのところが子供にとっては自分の世界すべてなわけだから、両親との関係が思い通りにいかないって辛いことなんですよ。で、幼稚園に行ったり、学校に行ったりっていう風になっても、まだ虐待は続いていたので、ずっと悩みは続く。で、世界は広がりつつも、私はずっと、世界が広がるほどってことかな。悩みに心を、痛めたり、迷ったりね、いろんなことを考え続けるんだけど、幼稚園の頃からですね、字が読めるようになってから、幼稚園の頃から私がずっと何度も読んできたっていう本があって、それは聖書。私はカトリック系の、幼稚園とかに行ってたので、で、聖書、それと、ブッダの本ですね。それを幼稚園ぐらいの頃からずっと読むようになったんですよね。で、それはどうしてかっていうと、やっぱり自分の存在意義っていうのがわからなかった。子供にとっては、親との関係、そこのとこで作る世界っていうのはあまりにも自分の世界で占める割合が大きいから、そこのところで意義を見つけられないっていうのが苦しい。だから、どうして自分はこんなに毎日苦しいのに、この人生を続けていかなきゃいけないんだろう。で、これが何十年って続くであろう。なのに、どうしてで、その上に人間っていつ死んじゃうかわからないから、その苦しみがね、どんな風にどれだけ続くかわかんないってこんな人生なのに、どうしてその死ぬためだけに、そんな人生を送って死ぬためだけに生き続けるんだろう、生き続けなきゃいけないんだろう。自分は何のためにこの生を授かったんだろうとかね、いろんなことを考えたんですよね。で、私は、その幼少期、幼稚園の頃から聖書だとかブッダの本を読んできて、で、だんだん大きくなって、もっとね、広い範囲の
本を読んだりだとか、いろいろな宗教家、聖職者だとか、いろんなジャンルの宗教の人ね、カトリックだとか、プロテスタント、あと、このスピリチュアルの系統の人だとか、あとネイティブアメリカンだとか、仏教のそういう人たちとか、いろんな人たちと話す中で、私がその人たちとの対話を経て、今この45歳の私がたどり着いた私たちの生きる意味は何だろうっていうのは、生きる意味はあるし、ないとも言えるってそこなんですよね。また振り出しに戻った感じに聞こえるかもしれない。でも、それがね、どういうことかっていうと、やっぱり、私たちは、生を受けて、自分っていう意志を持つ人間として生きているんだから、無意識のうちにいろいろな選択をして、その自分の人生を作っていってる。だから、自分の責任っていうのが人生なんだから、その人生を意味あるものにするのも、意味がないけど、なんとなく生き続けるっていうのも自分の責任なんだなっていうところなんですよね。その私が行き着いたのはね、今の段階の私が行き着いた答えね。で、それをね、つくづく自分の中で腹落ちしてるわけなんですよ。私は幼少期から両親の関係に悩んでいて、辛い虐待経験がずっと続いてたので、私はもう日々の中でね、逃げたいって考えることもあったし、どうやったら逃げられるんだろうとかね、ずっと考え続けたし、そこからね、アメリカに留学行ってる間、私は日本の知り合い全員とのコンタクトを取ったりとかもして、立ったり、誰ともやり取りせず、ということもしたりしてたので、ある意味その関係を断ったりとかもした。だから、その中でね、いろんなことを迷ったはずなんだけれど、でも結局私は、両親との関係を続けて、で、逃げない、その環境から逃げないで自分はそこに身を置き続けるっていう選択をね、してたんですよね。自分で選んでいた。いろいろなね、理由はあるし、いろいろな迷いもあるし、もちろんね、恐怖から逃げられないんだって言ったらそれは綺麗だけど、でもどんな理由であれ、私はそこに留まるってことを選択し続けてたわけだから、で、ちょっと話が違う方に行きそうだから戻る。うん。でね、自分の生きる意味っていうのは、自分がどうにでも決められるって思ってるんですよね。だからそういう意味で、自分は生きてる意味があるとするのも人生だし、自分の意味を、自分の存在する意味、生きる意味っていうのをずっとわからないまま続けていくっていうのも人生。で、そうした時にね、すごく大切な根底にあるものを考えると、私たちって何なんだろう？誰なんだろう？っていうこと。で、不思議なのがね、人間の歴史ってすごく長いこと続いて、その中でものすごい人数の人間が生まれている。で、その人間の人生が長いものであれ、短いものであれ、未だかつて一度として自分と同じ容姿、自分と同じ価値観、自分と同じ考え、自分と同じ人間っていうのが、この人間の歴史上生まれたことがない。少なくともその記録がない。で、誰も
同じ人が一度も存在していないっていう事実があるんだとすれば、それはね、何か意味があるんだろうって思うわけですね。思いたいの。で、そこで思いたいって言ったのは、自分の人生、何のために生きるのかっていう意味を見出すのも自分だし、意味を見出さないとするのも自分だからって意味ね。で、私はそこで意味を見出したいから見出した。で、その全く自分と同じ人が一人もいないっていうことは、私たちがここに存在していることで、この世の中に地球に提供できるものっていうのは、唯一無二だっていうふうな考えに至ったんですよね。私はそう信じてる。でね、そこのところから、じゃあどうして毎日自分に、自分の存在に意味を見出して命を燃やすように楽しみを持って喜びを持って生きれない人がいるんだろうっていうこと。これは私、本当に環境だと思ってるっていうのが、自分の考えも含めての環境なんだけど、本来私たちって紛れもなく自分なんだと思うんですよ。でも、紛れもない自分として生まれてくるんだけれど、ありとあらゆる人だとか、ありとあらゆる環境にどっぷりと浸かることで、自分の価値観だとか、考え方、感じ方まで、感情まで濁らせちゃうと思うんですよね。どこか社会の中で生きているとすれば、その社会の中での善悪だとかっていうのもあるし、どこかの国に属していれば、その国の法律っていうのもあるし、どの時代に生まれるのかっていうのでも価値観は違う。友人関係でも、やっぱり親子関係、家庭環境、学校に通うことでも、私たちの価値観って、もうね、玉ねぎのこの皮のように、薄くでも、どん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 こう包まれてっちゃってると思うんですよね。だからそこの薄い玉ねぎの皮を一枚ずつ一枚ずつ自分が剥がすことで、あるいは剥がさないっていう選択をすることで、自分は何者なのか、本当の自分って誰なのか。で、もっと言うと、本当の自分は何者なのかっていうのと同時に、どういう人間になっていきたいのか、どういう存在として輝いていきたいのかっていうことをね、考えなくちゃいけないんだろうなって思うんですよね。で、それがね、どういう自分になりたいのかって考える必要があるっていうと、それは今の自分と違うんじゃないっていう人もいるかもしれないけれど、そうではなくて決して、こうなりたいっていう感情が動いてるってことは、それは自分の中に必ず種があるから、そう思うに至るだけの理由があるから、そうなってると思うんですよね。あとはそこをどう選択していくか。で、このね、本当の自分になればなるほど、私はね、人生がイージーゲームになってるって思ってる。人との付き合いもそうだし、物質的にも恵まれるようになって、で、結果として私はずっとずっとこういう人生を送りたいって思っていたそのゴールに今いる。で、人によってね、そのゴールっていうのはね、いろいろな差があると思うし、その規模感っていうのも違うと思うんだけれど、なんかね、そこのところに到達したからこそ、ますます
自分として生きてない人がいるな。自分として生きてない人ばっかりだなって思っている。で、それをすごく残念だと思ってるんですよね。本来私たちって、独り勝ちできるように生きてるって思ってて、で、それはね、すべてのものを、すべての富を、すべての可能性を一人だけが独占して、その他他の人たちはカピカピにもう、足りない状態になるっていう、そういう意味の独り勝ちではなくて、私たちそれぞれが違う人間として生まれたんだったら、それぞれのニーズって、他の人と全くイコールのものってないんですよ。私たちが何に対して幸せに感じるかって、それって厳密に言えば少しずつ違ってていいし、違ってるはず。そういう意味で、この世の中には私たちが必要なものは全て備わっているし、全員が勝てる、全員が独り勝ちできる、このリソースが十分にあるんですよね。で、そう信じるからこそ行動できるし、それをちゃんと手に入れられるっていうことなんだけど、まあね、あんまり話を大きくしても分かりにくくなっちゃうと思うので、今日はここのところで止めておくけれど、私が言いたかったのはね、何のために生きるのかっていう答えは、あるようでないっていうのが、その自分にとっての生きる意味を選択するのも自分だから。で、その選択する自分っていうのは、本当の自分っていうもの、そういう存在でいなければ、自分にとって正しい選択っていうのはできないし、し続けられない。ありとあらゆる人だとか、教育だとか、いろいろなメディアの善悪だとか価値観が常に私たちは頭の中に入ってきちゃう、勝手に。で、無意識のうちに薄い膜のように覆われてって目を濁らしちゃうけれど、でも、本当の自分は何なのかっていうのを考え続けて、問い続けて、選択し続けることで、やっぱり自分の生きる意味っていうのは見つかるし、見つけないというのもまた一つだけれど、その自分っていう人間は自分一人しかいない。今までの歴史上もそうだし、これからの歴史上も全く自分と同じ人は生まれてこないのであれば、自分にしかできないことがあって、それはものすごく地球規模でどうにか名を残してやろうとかね、そういうエゴなゴールを掲げればね、また違ったやり方があるかもしれないけれども、やっぱり私たちはこの地球の一部であって、この地球の中の集合体の一人として、一つとして存在しているのだから、そのね、自分の存在を使って、自分のエネルギーを使って、いかにこの美しい地球を守り続けて、世の中をより良いものにしていくかっていうね、そこに影響することができたらなっていうのはね、思ってます。私も大きいことを考えたことはあった。自分の名を残したいだとか。だけどなんかちょっとどっかのタイミングからなんかちょっと違うような気がして、今のこのね、あり方になってるんだけど、まあね、45歳になっても何のために生きるのかなだとか、いろんな迷いは続くよということなんだけど、
やっぱりそういうことを考え続ける、問い続けるっていうのが大事なのかなって、そんな風に思ってます。ということで今日はこの辺でいきます。聞いてくれてありがとう。じゃあね。